皆さんこんにちは、タサンシムです。今日はコールスローを作りたいと思います。コールスローはキャベツさえあれば入れる具材とか味付けは結構自由でいいと思うんですけど、今日はベーシックな野菜としてはキャベツと人参ときゅうりを使おうと思います。そしてハムバージョンと、ツナバージョンを分けて作ろうと思っていて、あとツナバージョンの方は、オイルと塩コショウとレモンだけで味をつけたもので、ハムバージョンの方にマヨネーズで味をつけたものを、作ってみようと思います。はい、それでは早速キャベツから切っていきます。それではキャベツの方なんですけど、半玉使いたいと思うのでさっと洗っていきたいと思います。そしてではキャベツを切っていきます。切り方は、角切りでもいいと思いますし、細切りでもいいと思います。はい、私は細切りにしようと思います。もうちょっとこのぐらいの幅に切っておいて、それを少しあまり細くしすぎると歯ごたえがなくなってしまうので、少し幅のある細切りにします。コールスローはキャベツのサラダなので、キャベツだけでもいいですし、そこに今日みたいに人参が1本冷蔵庫にあったので、人参とかきゅうりとか玉ねぎが好きな人は玉ねぎとかピーマンとか入れても美味しいですし、そういう感じで食べたいものを入れるっていう感じで、量もどういうバランスでも美味しいと思います。なので今日は人参が1本ときゅうりを2本追加して同じくらいの大きさに切って、一緒に塩もみをしていきます。では、ボウルがちょっとちっちゃすぎたので、またちょっと大きなボウルに移して、これで塩もみをしていきたいと思います。で塩をするんですけど、塩の量はキャベツの水分量とか、あとはそのきゅうりとか人参がどれくらい入っているかとかによってちょっと若干変わってくるので、ちょっと様子を見ながらやりたいと思います。で今回は一応測っとこうか。あんまり測るの好きじゃないんですけど、分かりやすくお伝えするために測っておきます。小さじ1、小さじ1、1.5ぐらいの感じで、一度絞ってみて味を見て、キャロットラペと同じように一度絞ってみて味を見てから最終調整をするっていう感じがいいかなと思います。じゃあこれしっかり混ぜて、しっかり体重をかけてこうギュッと押して揉むと早く水分が出てくるので、ちょっとしっかりこう揉み込むようにして、これでしばらく置きます。でその間にハムとか他の材料を用意しておきたいと思います。それでは、待っている間に、ハムを切っておこうと思います。でハムも
量もハムアクセントなので、そのまま食べても美味しいぐらいの塩味の量なので、多くても少なくてもどっちでもいいと思います。好きなだけ入れるっていう感じでいいと思います。はい。なので細さはキャベツと同じぐらいに合わせて切っていきたいと思います。じゃあ一旦この容器に移しておきます。今から水分を絞っていくんですけど、その前にちょっと本当にちょっと手に取って、ぎゅっと水分を取って絞ってもらって味見をしてください。はい、この後ツナのコールスローはオリーブオイルとツナの塩分が入ってきて、あとはレモンだけで味が決まるので、この後何で味付けるかなっていうのをまず考えて、例えばマヨネーズを使う場合、マヨネーズは結構塩分があるものなので、それがプラスされるんだよっていう感じのイメージで塩をここで決めておきます。で、私はあまりマヨネーズが結構多めのコールスローよりも割とマヨネーズ少なめで、レモンが効いてる感じの方が好きなので、酸味が効いている方が好きなので、塩を割と結構バチッと決めておきます。ツナの方はもちろんツナの塩分しかないので、そのツナをどれくらい入れたいかとか、そういうことによっても味が左右されますけど、野菜の味はちゃんと美味しいって味見をして美味しいって感じるぐらいまでつけておいた方が味がぶれずに、後から足した時にいろいろ足していくんですけど、その時に味がぶれずに決まると思うので、そこは何グラムって今1.5小さじ1.5ぐらいの量を入れたんですけど、そこはもう自分で判断して、自分がちょうどいいな、美味しいなって思えるぐらいにしておくといいと思います。はい、それでは今から絞っていきたいと思います。それではこの、水分が今だいぶ出てきてるんですけど、この水分をしっかり絞っていこうと思うので、キャロットラペと同じです。水分をしっかり絞って、ちょっとキャベツの青臭さとか、そういう野菜の嫌な水分を取るっていう感じですね。で、これを絞らないとどうなるかというと、やっぱり調味料に塩分が入っているので、もちろん今塩をしたんですけども、マヨネーズとか、今さっきした塩とか、そういうものからどんどん水分が出てきてしまって、その日食べきるんだったらそういうフレッシュな感じのコールスローでもいいと思うんですけど、うちは結構こんな感じで多めに作っておいて、もし余っちゃったら次の日食べるとか、サンドイッチにして食べるとか、そういう風に使っていくので、水分はなるべく絞っておきます。はい。で、そうしないと結構水っぽい感じの、次の日とか残っちゃった時に水がバーッと出てきて味が薄いとか、そういうちょっと味がどんどん変わってきてしまったりするので、そういうその作り置きを兼ねて作るのであれば水分をしっかり絞っておくといいんじゃないかなと思います。じゃあこの水分を絞って、もう本当に思いっきりもう握りつぶすみたいな感じで、こんな感じ。じゃあこれを繰り返していきます。で、今日は半分はハムで、半分はツナで、ツナの方は、レモンと、オリーブオイルだけで、味をつけていきたいと思うので、まず半分に分けたいと思います。はい。じゃあ半分の方はツナはオイル煮の方なんですけど、この油を使うかどうかは、この油も旨味がついてるので、ここに入れてもいいと思えば入れても美味しいと思いますし、
逆に、オリーブオイルを効かせたい場合は、この油を少し捨ててオリーブオイルを、ちょっと香り付けに入れるっていう感じになりますので、考え方次第だと思うんですけど、好みの問題だと思うんですけど、はい、今日はじゃあこのままいきたいと思います。で、もし油分が足りないなと思ったらちょっとオリーブオイルを入れてみたいと思います。はい、そしてここにレモン汁を半個分ぐらい、酸味も好みでいいので好きなだけレモンじゃなくてお酢を使ってもいいですし、好きなだけ入れます。じゃあこれ一旦混ぜて、で見た感じ油は出さなくて大丈夫そうなので、一度これで味見をしてみます。はい、じゃあこちらこれで完成になります。じゃあこちらはハムと、あとレモン1/2個分、マヨネーズの量はもうこれだけで食べても結構美味しいので、マヨネーズは本当に風味程度に入れたいと思うんですけど、好きな人はいっぱい入れてもいいと思います。なのでちょっと念のためどのくらい入れたか参考になるように重さを測っておきます。はい、今 30g。 はい、これでちょっと混ぜてみて味を見ます。はい、じゃあちょっと味見をして、はい、私はちょうどいいと思うのでマヨネーズは 30g ぐらいにしておきたいと思います。あともうちょっとレモン効いてもいいかなと思うので、レモンだけ足そうかなと思います。この辺は本当に食べてみて自分がどう思うかによって変えるといいです。レモンがない人はお酢を使うか違う柑橘、例えば今だと柚子とか季節によってはかぼすとかすだちみたいなものでもいいですし、あと本当にもう酢でいいと思うのでリンゴ酢とか、米酢だったらちょっとツンと強いのでちょっと抑え気味にして少しずつ味を見ながら入れるといいと思います。はい、では盛り付けしたいと思います。はい、今日はコールスローを作りました。マヨネーズを使ったタイプとそうじゃないタイプで作ってみたんですけど、どちらも水分をしっかり、抜いておくっていうことが味がぶれないポイントになります。分量は概要欄のところに載せておきますので、ぜひ作ってみてください。それではさよなら。じゃあ今日は2種類作ったので、味の違いを、ちょっとご説明できたらなと思います。頑張ります。はい。まず、ツナのオイルの方から。結局オリーブオイルって最初言ってたんですけど、ツナの油を使ったのでオリーブオイルじゃなくてツナのオイルごとツナ缶と、あと、レモン汁で仕上げました。いただきます。はい、やっぱりツナの風味がすごくガツッと効いて、
で全体的にはすごくさっぱり酸味効いていてさっぱりしています。でツナのオイル感も、全部入れてみたんですけど、そんなに脂っこくない感じで、さっぱりしてます。はい、なんかピーマンとか入れても合いそうだなと思いました。次にじゃあ次のハムの方行ってみたいと思います。やっぱりこっちはマヨネーズが入っているので、最初に感じる風味はマヨネーズの風味なんですけど、ただすごいたくさん入れてないので、キャベツとか人参とか野菜の味もしっかりして、あとハムが結構多めに今回入っているので、ハムがすごくボリューミーな感じがあって、なんか食べ応えのあるような感じです。子供はこっちの方が好きじゃないかなと思います。で、どっちが日持ちがするかなんですけど、やっぱりハムの方が、状態が変わりにくいで、ツナ缶はどうしてもこうちょっと酸化してきちゃったりとか風味が落ちやすい、空気と触れて風味が飛んでしまいやすいので、ツナ缶の方はなるべく早めに食べるといいかなと思います。でハムは割と日持ちするので、2種類作るんだったらツナ缶の方から食べたりとか、そういう工夫をするといいんじゃないかなと思いました。はい。